本当に申し訳ないです。この難しい症例では、今のタイミングでこの病院での手術に対応できる医師を呼び出すことはできないのです。田舎の旅館で住み込みアルバイトをする私は、お客さんの4歳の女の子の緊急搬送に付き添っていた。しかし、返ってきた答えはあまりにも残酷なものだった。私は外科専門医ではないので、検査をして診断をすることはできますが、手術はできません。執刀できそうな医師は一人いるのですが、実は今日から4日間、この地域の代表として外科の学会へ出席するために飛行機の距離で出かけており、すぐには呼び戻せません。ならば、他の病院に移動してお願いすることはできないのですか？ここはご存知の通り田舎なので、同じレベルの手術ができる病院との距離がかなり遠いのです。そこまでマリちゃんが持つかどうか。あんな可愛らしいマリちゃんの命を救えないなんて。まだたった4歳でお姉ちゃんになったんだと大喜びをしていたのに。私の頭の中に様々な思いが一瞬で駆け巡る。そしてどうにかして最強の切り札を使う意志を固めた。いろいろと思うところはあれど、マリちゃんの命の方が確実に重い。意を決して私は当直医に向かってある言葉を発したのだった。私は亀井由紀子、44歳、独身。とある山奥の田舎の旅館で住み込みのアルバイト従業員をしている。ここは家族経営だが、中程度の規模で従業員もかなり在籍している旅館である。職場の雰囲気は和気あいあいとしており、そのおかげもあるのか接客面の評判が特に高い。ネットの口コミではもちろん最高評価の上、自由記載欄でも接客面でのいいエピソードが書かれていることが多い。従業員は皆よく気が利いており、誰か困っていると自分の仕事に大きく支障をきたさない限りすぐ手伝いを始める。例えば、大きな荷物がたくさんあるお客様の担当が小柄な女性だと、男性従業員がさりげなく補助についたり、お客様が階段の上り下りに困っていると、素早く声をかけて手を添えたりする。お客様が観光先に困っていれば、いつの間にか従業員の輪ができ、要望をさりげなく聞き出しつつ、地元ならではの情報を知らせ、複数の提案を出すなど、観光先が決まるまで根気よくお付き合いをしながら満足できる観光ルートを一緒に考えるなど、少し思い出すだけでもキリがないくらい。この雰囲気が好みのお客様が常連となり、より従業員と顔なじみになる。親戚の家に泊まっているみたいとの感想もお聞きしたことがあるが、そこまでくつろいでいていただけているのだろう。常連客が多いというのは経営者にとってとても嬉しいことである。前の職場がかなりギスギスしており、そのため退職した私にとっては、このような素敵な雰囲気の職場で働けるだけで幸せ者だ。そんな常連のお客様のうち、中岡様という父親、母親、マリちゃん、赤ちゃんという一家が宿泊に来た。マリちゃんが小さな頃からの常連で、従業員は可愛いマリちゃんが大好きなため、暇さえあれば遊び相手をしている。マリちゃんもこの旅館が大好きだそうで、来るたびにニコニコしながら可愛い声で、こんにちは、マリちゃん、また遊びに来たよ、と挨拶をする。私も初めて見たときに、あまりの可愛さに心臓を打ち抜かれてしまった。子供のいない私には天使かと思える可愛さだった。もちろんそのまま他の従業員と同じように遊び相手になっていることは言うまでもない。今回は赤ちゃんが落ち着いたので久しぶりに来たそうだ。マリちゃんね、4歳になったよ。あとね、本当にお姉ちゃんになったの。赤ちゃんと遊んだり、
お母さんのお手伝いもしてるんだよ。すごいでしょと、両腰に手を当て、鼻息荒く、お姉ちゃんとしての意気込みをたどたどしく語るマリちゃんを見た従業員は、さらにメロメロになってしまった。今までにも個人的にマリちゃんとは、好きなものや遊び、お友達のことなど、たわいもないおしゃべりをしている。今日は私が花言葉が好きなので、マリちゃんの名前の由来である植物の花言葉の話をした。花は白くて香りがいいお花なの。名前の意味は多分だけど、高貴で綺麗でも周りの人を仲良くさせて優しくできる、温かくてすごい人になるようにって感じかな。後でちゃんとお父さんやお母さんに聞いてみてね。名前の意味はちょっと出過ぎた真似をしてしまったかな。高貴ってどういうこと？小さい子に難しい言葉を使ってしまった。と少し考えた私はふとひらめいた。ジャスミンって知ってるかな？うん、素敵なお姫様がいるね。高貴は簡単に言えばお姫様のことで、マリの外国での呼び方がジャスミンっていうの。マリちゃんはパーッと満面の笑顔になり、あたしお姫様なの？やったー！マリちゃんは興奮のあまり、紅潮した顔で鼻歌を歌いながら、スカートを持ち上げて、くるくる回りながら踊り始めたのは、お姫様ごっこのつもりかな。ジャスミンは西洋のお姫様ではないから、正確には踊りが違うけど、楽しそうなマリちゃんを見ているだけで癒される。そんな感じでこのマリちゃんは、旅館の従業員たちのアイドルなのだ。その夜の当直は、私ともう一人の従業員だった。そろそろ日付も変わる時間帯、施設の不具合がないか定時チェックをするため、宿泊棟の廊下を歩いていく。窓の鍵も閉まっているし、電気も切れていないし、あとはトイレ掃除かなと、指差し確認をしつつ進んでいると、廊下にうずくまる小さな影を見つけた。なんだか嫌な予感がする。私はできるだけ急いで影のもとへ近寄ると、そこには浴衣姿で倒れているマリちゃんの姿が。マリちゃん、どうしたの？なんで廊下にいるの？と耳元で声をかけながら体を触る。体温が非常に高い。あ、お姫様のお姉さんだ。マリちゃんね、一人でトイレに行くの。この旅館は客室にトイレがついていないタイプが多い。マリちゃん一家の部屋も確かそうだった。お父さんとお母さんはいくらよく知っている旅館とはいえ、夜中に一人でのトイレは心細いだろうに。お父さんは酔ってて起きなかった。お母さんはミルクあげてるの。マリちゃん、お姉ちゃんだから一人で行くってお母さんに言ってきたの。マリちゃん、すごいよ。本当に素敵なお姉ちゃんだよ。マリちゃん、トイレは行けた？倒れている姿勢と位置的にまだの可能性が高いので確認すると、やはりまだとのことで、とりあえず連れて行く。トイレに内線があるため、マリちゃんに少し待ってもらい、当直ペアの同僚に連絡をする。マリちゃんの様子と一家の客室に行くこと、救急車の要請の可能性があることを伝えると、現状を経営者一家に知らせておくとのことだった。心強い同僚だ。そして部屋に戻るためにマリちゃんをおぶって部屋へ向かう。通常よりも熱い体温に荒い呼吸。危険な状態かもしれない。ピンポーン。失礼します。どうぞ。少し怪訝な声色で赤ちゃんを抱っこして入り口を開けた母親に理由を伝えようとした途端、すぐに私の背中にいたマリちゃんを見てぎょっとする母親。マリ？亀井さん、マリに何かあったのですね。さすが母親である。すぐに入室し、
マリちゃんを布団に寝かせるが、顔色がさらに悪くなっている。これはすぐに救急車の要請が必要な事態だ。母親にマリちゃんを見つけた様子と、救急搬送の必要性があることを伝えると、すぐにうなずく。私は内線で同僚に救急車の手配をお願いした。マリ何度呼んでも目を開けず、荒い呼吸音しかしない。ちょっとお父さん、マリが大変なのよ。早く起きてってば。父親は深酒をしたのか、うなるものの、なかなか目を覚まさない。少し失礼します。父親の方に近づいた私へ怪訝な表情をしたが、何かを察したようで、赤ちゃんを抱っこしたまま、マリちゃんの元へ戻る。私は部屋で準備した冷水で濡らしたタオルを前触れもなく父親の首筋に思いっきり当てる。冷たさで飛び起きる父親にすかさず水の入ったコップを差し出し飲むように促す。起きたら目の前に突然私がおり、さらにコップを渡されて何が何だかわからない状況だが、とりあえず飲む父親。何事？女性陣は呆れるばかりで、思わず目を合わせて同時にため息をついてしまった。マリちゃんが高熱で救急搬送が必要な状態なので連絡をしてあります。マリ、救急？やはり酔いが深かったようで、いろいろ心もとない。亀井さんがトイレに行く途中のマリを見つけて、いろいろ手配してくださったのよ。母親がむっとしながら父親に大まかに説明する。早く着替えてちょうだいと若干切れ気味に父親へ指示を飛ばす。母は剛とはこのことだろうな、なんて思っているところに母親から声がかかった。亀井さん、本当に申し訳のないお願いをしていいでしょうか。はい、私にできることならやりますが、何をすればよろしいですか？母親のお願いの中身はなんとなく予想がつくが、父親と一緒にマリの病院への付き添いをお願いできますか？ご覧の通り、私はこの子を連れて行く準備はすぐにはできないですし、と抱っこをしている赤ちゃんに目線を落とす。父親はすでにご覧の通りで、もともとの性格的にも動転しやすいのです。亀井さんはマリを見つけた後からある程度の様子が分かっていますから説明もできますし。普段からそうだったのか。しっかりしてくださいよ、お父さん。もちろん私も準備をしてタクシーで後から向かいます。でも今すぐにはちょっと。母子の準備は時間がかかるし、父親もまだぼーっとしている。でしたら宿の送迎車がありますからそちらを手配しますのでお使いください。ここは田舎ですからタクシーよりも確実です。何から何までありがとうございます。それにしてもマリに持病はないのですが。母親からマリちゃんの普段の様子を聞き、アレルギーの確認と父親の代わりに母子手帳や保険証類を預かる。プルルル。内線が鳴る。はい、亀井です。はい、わかりました。お願いします。お父様と私が一緒に付き添います。それと準備でき次第、お母様と赤ちゃんを旅館の送迎車で病院へ。本当に？ありがとうございます。同僚とのやりとりを終えた私は、母親に内容を伝える。救急車が到着したので間もなく搬送されること。送迎車は同僚が気を回してすでに手配済みで約30分ほどで用意できるだろうとのこと。など。さすがの対応ですね。こんな非常時まで細かく配慮してもらえるなんて。必要な話をしているうちに部屋のチャイムが鳴り、同僚と救急隊員が入室してきた。マリちゃんはテキパキとストレッチャーに乗せられ、移動を始める。付き添いの方はどなたですか？お父様と私が行きます。私のスマホだけ取りに行かせてください。と言った途端、同僚から、はい、と私のスマホが手渡された。この同僚、本当に信じられないほど優秀だ。ありがとう。一刻を争うんだから、さあ、マリちゃんについていってあげて、よろしくね。本当によろしくお願いします。父親はこの間に
どうにか着替えは済んでいた。実は旅館の往復の際、周辺への配慮で温泉街ではサイレンを止めてもらい、抜けたところから鳴らして走行を始めた。田舎特有の細く曲がりくねった道を抜けて市街地に入ること十数分くらいだろうか。目的地の総合病院に到着する。意識不明のままのマリちゃんを院内へ搬送し、当直医と救急隊員、それに発見者の私が入り、マリちゃんの容体確認をした。すぐにマリちゃんは医師による検査を受ける。そして信じられない言葉を私は聞くことになる。本当に申し訳ないです。この子の難しい症例では、今のタイミングでこの病院での手術に対応できる医師を呼び出すことはできないのです。静かな深夜の病院に、シャイの意味だろう、勢いよく腰を折り、頭を下げて発する、当直医の悲痛な叫び声が響き渡った。何ですって？それに呼応して、私も思わず息を止めてしまう。父親もさすがに酔いも一瞬で覚めたらしく、絶句して青ざめている。呼び出しができないなんてどのような状況なの？この病院は小児外科で有名だと思っていたのに、何か非常事態があったのかもしれない。なぜ呼び出しができないのですか？私の質問で我に返り、姿勢を正した当直医が答える。私は外科専門医ではないので検査をして診断をすることはできますが、手術はできないのです。担当医の呼び出しについては、執刀できそうな医師は一人いるのですが、実は今日から4日間、この地域の代表として外科の学会へ出席するために飛行機の距離で出かけており、すぐには呼び戻せません。他の外科医の腕では残念ながら現状維持か、最悪悪化させる危険性が高いと思われます。学会も医師の大切な仕事の一つだけど、よりによって今日から、しかも距離も遠いだなんて、なんてタイミングなの？ならば他の病院に移動してお願いすることはできないのですか？ここはご存知の通り田舎ですので、同レベルの手術ができる病院との距離がかなり遠いのです。そちらであれば、手術を受けられる望みはありますが、この県には残念ながらドクターヘリはありません。救急車での移動時間や道路の状態を考えると、お子さんの命のリスクの方が悪化するよりも高いのです。そもそもまだあちらの病院に連絡を取っていないため、すぐに手術室が使えるかもわかりませんし。話し合っているうちに、マリちゃんの母親と赤ちゃんも病院へ到着する。さすがに父親もしっかり聞いていたようで、マリちゃんの容体と緊急手術が必要なこと。ただし、高度な手術のため、できる医師が限られており、今日は無理だということ、などを伝えた。それを聞いた母親が倒れそうになったので、慌てて駆け寄って支え、赤ちゃんは父親に託す。亀井さん、本当ですか？マリが手術が必要で、でもできないとか。父親から聞いたはずなのに、私に確認する母親の横で、ちょっと気まずそうな父親が視界に入る。父親の様子があれだったから気持ちはわからないでもないが、しっかりしましょうよ、お父さんとして。お父様のおっしゃった通りです。現状病院としてどうにもできないそうです。本当に申し訳ありません。当直医は母親に向かって、また深々と頭を下げる。あんな可愛らしいマリちゃんの命を救えないなんて。まだたった4歳でお姉ちゃんになったんだと大喜びをしていたのに。そして心配そうなご家族、実直そうな当直医の様子。私の頭の中に様々な思いが一瞬で駆け巡る。そして最強の切り札を使う意志を固めた。いろいろと思うところはあれど、私の精神的なものよりもマリちゃんの命の方が確実に重い。意を決して当直医に声をかけようとしたが、さすがに緊張しているのだろう。口の中がカラカラで言葉が音にならなかったので、唾を飲み込み、再び言葉を発する。私が手術します。マリちゃんの手術をさせてください。みんな私の言葉に対して反応に困り固まる。
そんな医者でもないのに手術できるわけがない。お気持ちだけで十分ですから。旅館の中井が手術をさせろと言ってきたら、何事かと思うのが普通の反応だと私ですら思う。でもここで諦めたら、マリちゃんの命が危ないままだ。ですから、私はもともと医師なんです。なので、マリちゃんの手術をさせてください。思わず私も深く頭を下げてお願いしてしまった。一番反応が早かったのは母親である。本当ですか？亀井さんとこの病院の方さえ良ければお願いします。マリのために。最後は涙声で言葉になっていない。君が本当に医師という証拠はあるのか？まあ、ここで嘘を言う人だとは思えないし、嘘をつく意味もないが。確かに証拠が必要だ。私はスマホを取り出して医師免許証のデータを見せた。当直医はうなりながらスマホの画像やデータを確認し、自分のものと照らし合わせている。確かに本物の医師免許証だ。でもなぜ旅館の仲居をしてるんだ？当直医は私の仕事着を見ながらブツブツとつぶやくがハッとして、先ほどお子さんの件で院長に連絡をしており、病院へ間もなく着くと思います。亀井さん、その時に改めてこの話をしましょう。わかりました。私は実際に前職は大病院で働く外科医だった。手術をした患者さんが良くなっていくのを見るのが幸せで、在学中はもちろん、勤務してからもたくさんの先生方の執刀を見たり、国内外の最新論文を読んで自己研鑽に努め、院内のカンファレンスにも時間があれば執刀していなくても参加したり、議事録を読んだりしていた。また病院に小児外科医の権威の医師がおり、症例がたくさんあったために、小児外科医としても研鑽を積むことができた。どんなに簡単でも難しくても、様々な手術を請け負い、気づけば難易度の高い手術も、外科も小児外科をもこなせるオールマイティーな天才外科医と呼ばれていると聞いたときには驚くほかなく。それでも多分に漏れず、職場環境は様々で、私の職場ではいわゆる学閥による嫌がらせがあった。病院には私の出身大学の医師はほとんどいない。そして天才外科医と二つ名がついたため、人からのものも多かった。思い出すだけで未だに精神的なダメージを受ける。この状態でマリちゃんの執刀ができるのだろうか。いや、やり遂げてみせる。そのためには院長先生を説き伏せないと。当直医から院長が到着して話があると言われたため移動しようとすると、緊急待合室に院長先生らしき人が入ってきた。当直医が院長室でと慌てるが、その人はここでいい、一刻を争うことだからと押しとどめる。この度は誠に申し訳ありません。担当できる医師がいないばかりに不安にさせてしまいました。真っ先にマリちゃんのご両親に謝るなんて、患者本位で選ぶらない人だと素直に称賛し、当直医の姿勢にも納得した。院長先生、院長先生、ここにいる中井さんなんですが、お医者様だということなんです。私が言い出す前に母親に先手を取られてしまい、私も当直医も慌てている。うちの当直医から聞いていますが、もう一度書類を確認してもよろしいですか？当直医がどこまで話しているのか不安だったけど、信頼してもらわないと執刀ができない。亀井由紀子と申します。東病院で外科医をしておりました。と自己紹介とともに、同じようにスマホ内の医師免許証のデータを見せる。すると院長は不敵な笑みを浮かべた。やはり、天才外科医か。私のことを知っている？天才外科医？天才外科医で亀井先生って伝説の女医先生ですか？確かに当時はそう言ってくれる医師もいた。自分で言っていて恥ずかしいけれど。親御さん、安心してください。この亀井先生は本当に優秀な外科医で、特に小児外科の腕が素晴らしいです。たとえ少しブランクがあろうとも、他の医師よりも十分、いや上等な腕前ですし、
様々な症例を手掛けています。医師仲間が天才外科医と呼ぶほどの腕前なのですよ。それなら、院長先生、亀井先生にこの病院で手術をお願いすることはできますか？亀井先生が自らと聞いていますし、施設はもちろんお貸しします。当直の君、手配もろもろよろしく頼むよ。そして勉強しなさいね。わかりました。喜んで対応させていただきます。それにしても、伝説の先生の嫉妬が見られるなんて。当直医の最後の独り言は聞かなかったことにしようと決めた。マリちゃんの様子と検査結果から判断した症例から手術の手順を頭に思い描く。当直医はサブでつくと申し出たため、顔を少しでも知っている方がやりやすいだろうと快諾し、手術の準備を進めてもらう。久しぶりの手術着、初めての場所で全員初めてのスタッフ。前の職場での嫌な場面を思い出したが、顔をフルフルと振って思考を追い払った後は、いつもの両手で頬をパチパチっと軽く叩いて気合を入れる。それが私のルーティーン。そしてマリちゃんの家族に、マリちゃんは必ず助けます。待っていてください。亀井先生、何から何まで、どうかよろしくお願いいたします。私からもどうぞマリのことをお願いします。二人から深々と頭を下げられた。手術室に入り、さすがに好奇の眼差しで見られたが、嫌な感じはしなかった。亀井です。緊急で申し訳ありませんが、この施設とあなた方の力をお借りします。私の指示で動くことになりますが大丈夫でしょうか？前なら絶対言わなかったセリフであり、トラウマでもある出来事に関わること。亀井先生の指示にすべて従いますので、遠慮なく言ってください。そして安心してオペに専念してください。わかりました。ありがとうございます。よろしくお願いします。それでは、オペを始めます。手術が始まったが、ここのスタッフは皆とても協力的で、指示を出した途端に迅速な反応が来る。以前は指示をしても相手によるが緩慢な反応のこともあり、迅速なオペをしたい私、いや患者さんにとっても迷惑だった。このチームワークのおかげで少しずつ自分の緊張が解け、過去のトラウマも邪魔しなくなってきている。これならスムーズにマリちゃんのオペができる。そう確信した私は次々と指示を飛ばしていった。スタッフの協力のもと、予定時間通りに無事手術を終えることができた。スタッフ全員に盛大な拍手喝采を受け、思わず引きかけてしまったが、皆笑顔で喜んでいるのが素直に嬉しい。当直医は、こんな間近で伝説のオペを、とつぶやきつつ涙目なほどで、ここで私は本当に引くこととなった。手術室を出ると、マリちゃんの家族と院長先生が待っていた。亀井先生、マリの手術は？成功しましたよ。後遺症も術後の検査次第ですが残らないと思います。よかった。父親はつぶやきとともにへたり込んでしまった。まったくもう、大変だったのはマリと亀井先生はじめ病院の皆さんよ。あなたがそんなんでどうするの？中岡家は、やはり母親の方が立場が高いらしい。思わずくすりと笑った私に母親は、みっともないところをお目にかけすみません。今回は本当にいろいろとありがとうございました。こちらからもお礼を言いたい。亀井先生、本当にありがとう。君がいなかったら本当に危なかった。私は久しぶりの緊張感と充足感を味わった上に、様々な人からお礼を言われて涙ぐんでしまった。私の方こそ突然のことなのに信じていただきありがとうございました。マリちゃんはこのまま入院となるので、ひとまず旅館に戻るため、旅館へ連絡し、報告と送迎車の手配をお願いした。母親は赤ちゃんにミルクを飲ませる準備をするというので、待合室で父親と待つ。亀井先生、質問してもいいですか？3でいいですよ。今は旅館の中居ですから。質問したいことの予想はつくので、
軽い感じで話したかったため、さん付けのお願いをした。なぜ医師仲間から言われるほどの天才外科医の亀井さんが旅館の仲居をしているのですか？それほどならばどの病院でも引く手あまたでしょうに。以前の職場は大病院で、医師どころか看護師までにも学閥の問題がはびこっていたのです。私の出身大学者はほんの数名で、大派閥所属者に数多くの嫌がらせを受けていました。ドラマみたいなことが本当にあるんですね。どんな感じか聞いても大丈夫ですか？私はうなずいて言葉を続けた。一例なのですが、当直を多く割り当てられる。小さな失敗を過度に責める。ものすごい量の担当外の仕事を押し付けられる。逆に自分担当の仕事を取られる。などですかね。あまりにも理不尽で、少数派の医師や看護師は次々に退職してしまう状況であり、そして大派閥大学出身者が着任するという悪循環です。それはもう嫌がらせの域を超えていませんか？退職して客観的に見られるようになった今となってはそう思う。そうですよね。でも当時の私は患者さんのためにと思って続けていましたが、とうとう精神的にも体力的にも限界を迎えてしまいました。今思えば鬱だったのでしょう。突然病院に行けなくなってしまい、そのまま有給をもらい、この先どうしようか考えていたとき、ふと遠くの温泉に行きたくなって、偶然ネットで目に入った今の旅館に泊まったのです。父親は察するものがあるのか、無言でうなずき、続きを促してくる。そして従業員が和気あいあいと楽しげに助け合っている様子に惹かれ、この旅館の主人に雇ってくれないかと、その場で直談判しました。すごい行動力ですね。ですよね。と、二人で苦笑いをする。旅館の主人は何か察したらしく、そのまま住み込みでバイトならば、と即採用してもらいました。旅館のご主人もすごい強胆な方ですね。そして今に至るわけですね。今でこそこんな風に明るく話せるが、当時の私は失意のどん底だった。でも医者として病院に勤め続けていたら、旅館の主人にもマリちゃん家族にも多くの旅館のお客様と会うこともなかった。そう思うと、あの時の自分の選択は間違っていなかったと思える。二人で、いい旅館ですよね、などと話している間にミルクの時間も終わり、ほどなくして送迎車も着いたので、私たちは旅館へ戻った。数日後、入院中のマリちゃんのお見舞いに出かけた。予想通りに目を覚ましたマリちゃんは、術後の経過は良好で快方に向かっており、お姫様のお姉さんに会いたいと言っていたと、母親から伝言を受けていたためだ。こんにちは、マリちゃん。あ、お姉さんだ。やっと来てくれた。病室に入った途端、ものすごい歓迎を受けた。マリちゃんのこと手術してくれたんでしょ？手術が言えないマリちゃん、かわいい。そうだよ、お姉さん。前はお医者さんだったの。もうお医者さんしないの？マリちゃんみたいに困ってる人助けてくれないの？うっと言葉を詰まらせる私。辞めた理由はマリちゃんには言いにくいし分かりにくいよね。逡巡している私に両親による加勢が入る。亀井さん、本当に医師の仕事に未練はないのですか？あの日の話しぶりはまだ続けたそうな感じを受けました。こう言われて私はびっくりした。未練はもうないつもりだったけどお見通しだったというわけか。亀井さんの優しさと技術は絶対多くの人を救えると思うんです。大病院での学閥がダメなのであれば、個人での開業はいかがですか？もちろん亀井さんが良ければの話なのですが、実は知り合いに跡継ぎを探している開業医がいて、いなければもうすぐに閉院してしまうのです。話をしたら喜んで医院を譲ると言っていました。田舎に住む家族としてぜひこれからもこの地域に住む多くの患者さんを救っていただきたい。私が口を挟む間もなく
怒涛のコンビネーションで私を取り込む気満々の両親。確かにここは田舎。医療も都市部に比べれば充実していない。まして体調を崩しやすい子供を持つお父さんお母さんにとって医療の充実は重要事項だろう。でも一度挫折してしまった私がまた医者に戻ってもいいのだろうか。するとマリちゃんは目を輝かせて言った。お姉さん、お医者さんになるの？やったー！まっすぐ私の目を見つめるマリちゃん。私はその時確信した。やっぱり医者としてもう一度マリちゃんのような患者を救いたい。そして今のマリちゃんのような輝くような笑顔をもう一度見たい。そんな蓋をしてきた自分の気持ちを再確認することができたのだった。そして現在、マリちゃん一家の暮らす町で医院を譲り受けて開業医となり働いている。もちろんマリちゃん一家のかかりつけ医でもある。仙台医師にはもちろん町の皆さんからも閉院の危機を免れたと感謝の声をたくさんいただいた。実は旅館の隣町だったため、旅館の従業員や近くの常連の方もかかりつけとなっている。当然旅館は辞めることになったが、旅館の主人は病院が残る方がよほどいい顔になったね、と快く送り出してくれた。もちろん従業員の仲間たちも同じで、皆で私の新しい人生を応援してくれている。時々旅館へ泊まりに行き、おしゃべりもし、美味しい料理と気持ちのいい温泉でリフレッシュするのが私の今の楽しみだ。これからも立場を超えて皆で手を取り合い、患者さんを救っていく体制を作っていきたい。ご視聴ありがとうございました。下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をお願いいたします。グッドボタンや動画の感想コメントもお待ちしています。それではまた次の動画でお会いしましょう。